こんにちは。人を巡る旅ハミ肉チャンネルです。エコーバレー姫木平ペンション村。綺麗なとこだ。おお、すごいな。意外と綺麗な。かやぶき。ああ、川が見えなくなっちゃった。そば。ああ、十割そば。美味しそうだね。美しが原高原。左。ああ、違うな。美し松高原だ。違うね。なんだろう、あの石は。飾ってあるのか、あれ。それもう白樺湖？あ、その左側に白樺湖がうん。見えるはずだな。この前も白樺湖ってちらっと見ただけだったよね。ああ。白樺湖そんなに白樺ないしな。これなんだろう。池。これ白樺湖。多分。全部断言してからクエスチョンマークがつく。ああ、いくつか書いてあるんでやっぱり。4つ書いてあるね。うわ来たな。なかなかの坂道だ。あ、ここにもある。こんなに。あれ人だ。あれはお地蔵さんじゃない。遠目にさ、2歳経ってんのかと思ったら人だよ。まあ、もうすぐお地蔵さんだけど。お、なんだろうこの湖。ね、お、綺麗だな。実はこれは農業用のため池。それぞれの季節の風景を御釈迦池の水面が静かに映し出し、違った顔を見せるのが隠れた魅力と言えます。うわぁ、トトロの森だ、これは。そして急に電波がない。あ、本当。すごい苔。ね。うわ、ちょっと待って。何？何？凍ってんの？凍ってる？川が。いきなり。もしかして成分かなと思ったけど凍ってんじゃない？本当か。観音様がいたんだ。もう優しい顔してるね。すんごい苔。ああ、見えてきたぞ。ここじゃあ。きっとここだ。有料駐車場。江戸時代には諏訪藩御用達だった渋御殿温泉。奥立科温泉郷の最深部で湧出する秘湯です。なんて書いてある？フロントで、ああ、そういうことか。駐車して、なるほど。あっちに行ってから。天下の冷凍、おー、すごい。すごいとこだな。ね、多分登山口になってるわけじゃないのかな。天下の霊場。ちょっと行ってくるね。でもあれ開湯は783年頃、横山温泉と同じく信玄の隠し湯として知られています。はい、ありがとうございました。はい、はい、本日は見てきました。そのちっちゃいバンビも？どれ？ほら、バンビ。そうなんだろうな、きっとな。すごいよこれ。鹿の子、かっこバンビって書いてある。わあ、キツネ。あ、なんとなく眼鏡かけてるやつが多いね。信州秘湯会に属する秘湯の宿でもあり、強烈な温泉ファンにも愛される存在。
いい感じだな。特に支部長寿湯と言われる浴槽は湯船の底から温泉が自噴する足元湧出温泉。比類なき天下の冷凍として温泉ファンに親しまれています。残念ながら支部長寿湯には日帰りでは入れないようですが、それでもここまで来る価値のあるいいお湯に入ることができます。1100円だったのかな。1600円違う。ね、違うのかもね。1100円2つぐらいだった。うん。浴場した。お邪魔します。誰もいない。27度なんだ。気持ちよかったの。入ったの？入った。珍しく入った。手突っ込んだけど、いや、これは無理かな。入んなかったの？入んなかった。もう整っちゃったよ。あ、本当？カルバゴン入った？いや、めっちゃ気持ちよかった。失敗してる、そっか。もうちょっともうだるくて。よいしょ。いいとこだな。ね。小玉がさっき出てこなくてさ。いや、すごい。止まって撮る。もうちょっここで止まるんじゃない？と、もうちょっと向こうにあったよ。鐘があるんだ。信玄の薬湯、読めないぞ。古文書などの記録では、渋の湯は室町時代に発見されたとされる歴史あるお湯。戦国時代には武田信玄が戦で傷ついた重臣や軍馬を密かに通りさせていたと言われています。すいません。吹き抜けのロビーと暖かさを感じる照明、大きな窓の向こうにはまるで絵画のような白樺林。武田信玄の薬湯をいただきます。別に森の温泉という露店もありますが、日帰りでは入れないようです。大浴場か。ここで先に体を洗ってから露店に。ここで体を洗ってから向かいます。ドライヤーやシャワーも完備されていました。森の湯は白樺林の中にある露天風呂。手前の湯で温まってから露天の20度源泉に浸かる交互入浴。
渋御殿湯温泉と同じ入り方ですね。癖になります。あんまりいっぱい入っちゃいけないんだ。うわ、すごい。すごい。いやー、すごい。今んとこ全然レベルじゃない。なんか声変えてる？今日はなんだか美味しい豆腐が食べたいななんて話をしていたら、偶然通りかかった豆腐屋さん。八ヶ岳清六の天然地下水を使用し、昔から地域に伝わる豆腐作りをされているそう。厚揚げ、しみ豆腐、にがりも売ってるんですね。にがりって買ってって何に使うの？薄めで飲む方もいらっしゃるし。へえ。なんだろうな。すごい風にいるんだけど。普通に鹿いるし。おお、びっくりした。走ってった。あら、びっくり。マジか、おい。どこが道の駅かな？ここは全部そうなんじゃないの？あ、これトイレか。人工湖なんだな。あ、冬はスケートリンク。ここ？うん。って書いてあるよ。黒いカマちゃん。お、潜った。なんか夜は寂しくなりそうだな。なんか夜には誰もいなくなったな。ほぼ1、2、3、4、5台。めっちゃいい天気だな。温泉入浴。昭和レトロの雰囲気が漂う建屋。渡り廊下のような作りでいろいろな湯船が楽しめるそうです。標高1275メートル、その名の通り露天風呂の中で一番の見晴らし。遠くには南アルプスを望むこともできます。もうすぐそこなんだけど。
戸狩石縄文考古館を核とした戸狩石史跡公園の一角を担う施設としてオープン。5000年も昔に栄えていた縄文文化のロマンを感じる温泉。なんて言うんだろうね。ね。なんとかの湯。すごい、なんだこのオブジェ。見えないか、オブジェがすごい。すごい。この廃墟は。左に見えるのが蓼科エグゼクティブハウス。ここで入浴の申し込みをします。駐車場は左。料金を支払ったら露天風呂まで案内してくださいました。こっち。あ、びっくりした。こっちなんだって。こちらです露店が。囲ってるとこか。はい、一番奥のグレーののれんの左に入っていただいて、はい。で左の奥にもお手洗いもありますし、わかりました。中も休憩できますので、はい、いただきます。ありがとうございます。すげえ。よいしょ。これは本当に野天だわ。こっちが女風呂、こっちが男風呂。多分混浴だからと妻は車で待機してますが、ちゃんと男女に分かれてました。ねえ。あ、そうです。いやね、混浴だと思ったんですよね。だからじゃあ待ってるとかって言って。緑黄色に濁っている源泉はサルフェートの含有量が国内最大級。含有ミネラルもバランスが良く、飲料用として適しているそうです。林の中でぬるめの温泉に入っていると時間が経つのも忘れてしまいそう。でも下の方で苔入ったり、下のトンボでなるほど。自生できる苔がなかなかやっぱり。確かにね。そうですよね。本当にのっぱらにポツンとあるんですね。そうですね。面白いな。へえ。ここのお湯が好きで何度も訪れてらっしゃるようです。何でも鹿児島にはこういう野趣あふれる温泉がいくつもあるそうです。行ってみたいですね。トイレもすごいな。よかった。よいしょ。いや、ここは本当にすごい。これ休憩所かな。あ、すごい。あ、すごい。ここでご飯食べたい。宇宙は素敵だって言うんですよ。あ、いいですか。ちょっと。あ、いいですか。すいませんね。宿泊はやってないんですか。今やってないんですよ。すごい。こちらの同じ源泉かけ流しです。あ、でこっち冷たいやつ。ね、水ですね。はい。綺麗。すごい。あ、いいですか。すごくいいお湯なんだよ。あったか。あ、いいよいいよ。うん。あ、はいはい。駅番チーズののれんがありますので、はい。多分持っていて、はい。マネージャーみたいなんですか。お金払ってるってだ。大変ですね。どうしよう。これはすごいな。
ね。